おお。ここから別府が一望できております。ここ暑いっすね。お疲れでーす。乾杯。一番上が100です。牛？あ、牛がいる。今撮ってたわ。牛いるじゃん。はい、皆さんこんにちは。今ですね、なんと九州の大分県の別府市に今います。もういきなりね、ここからスタートになってるんですけども、明日からですね、10月の26日、27日でですね、キャンバケ九州ということで、大分県でね、開催しております。そのために我が家もですね、関東から大分までやってきました。大分県はね、実はね、僕ら人生で初めて来ています。せっかくですね、九州もうなかなか来れないんで、人生まだ2回目なんで、せっかく来たので別府温泉の方にね、行きたいなと思ってるんで、今ねそちらの日帰り温泉の方に向かっております。はい、ということでね、まずはですね、ひょうたん温泉の方に向かっていきたいと思います。すごいもくもくしてるなんか急にあれだね、ね。景色が変わった。でさ、あっち側っていうのかな、左側の方はさ、山がさ、ほら本当だ、見えないか、この山。すごいね。あれ何山って言うんだろう。あれね、九州はみんなやっぱああいう感じ。こういう感じなのかね。でもほら、うちらは九州乏しいからさ、知識が。あとなんか大分来てから大分唐揚げめっちゃ見る。大分唐揚げって一体何なんだろう。大分唐揚げね。気になる。鶏天とはまたね、鶏天もあれなんだろ食べたことないよね。う。ないないな鶏天が有名なんでしょ。いね。鶏天は味ついてんの？分からん、全く食べたことでも食べてくださいって言ってたよね。ないね。ここどこ？ひょうたん温泉。ああ、そこかもしれない。今あそれだ左にあるやつ、それだ結構大きい。へえ。すごい。ここね。初大分。すごいね、もうそこからモクモクしてる。本当だ。ここなんかね、結構レビューも多くて、すごくね、評判も良かったので貸し切り選びました。へえ。こっち側からトモさんの車あった。よし、じゃあね、ひょうたん温泉の方に行ってきたいと思います。なんかすごい、ひょうたん温泉明晩湯の里ね。あ、そういうことっすか。すごい大きいひょうたん温泉。行きましょう。なんとね、一回お外に出て別の塔みたいです。そしてね、2400円、めっちゃ安い。家族3人だよ。家族3人で貸し切りで2400円って爆安ですよ。爆安です。だってさ、75分でもさ、2800円ぐらいだったよ。そう爆安爆安。あ、ここか。あ、こっちが家族風呂の塔なんだね。でこのカワセミっていう、これこうカワセミの塔、ここね、カワセミ。これを入浴中、あ、かかった。で鍵を開けて、開いた。はい、ういちゃんオープン。オープン。電気つけて、左にあるから。はい。おー。すごい昔感があるね。ね。開けてみます。はい。オープン。オープン。おお。なるほどね。ここにお湯を入れるって。こういう感じだ。あ、ちゃんとついてて、あ、蒸し湯だって。サウナみたいなやつ。ここお風呂入れるじゃん。はい、戻って。このコインね。ここにコインがあるので、専用のコインをじゃあ入れるよ、ういちゃん。入れます。そうすると、あれこれ線はひねらなくていいの？おお。絶対これいいパターン。すごいね。こっちから持ってるじゃん。本当だ、あそこからも出てる。先じゃんほぼ。中はねこんな感じで、備え付けもねちゃんとあります。シンクとね。温泉は入ってからね、あれを開けばバーッと自動で出てきます。あとね、洗い場も2つありますね。一応シャンプーとかも全部ありますね。一応ね、水風呂があって蒸し湯があるから、サウナ的なやつもあるっぽい。あでね、お湯もねすぐ溜まります。もう結構溜まってきた。早速ね入っていきたいと思います。結構ね綺麗なんでいいです。よし、じゃあ戻ります。よかったね、貸し切り露天風呂ね。気持ちよかった。
貸し切りっていうのがやっぱいいね。で一回ね車戻ってご飯でも行きます。こちらね大分の鳥天初めて見た。ね、美味しそう。で食べてください。ハマチ御前。ハマチ御前。ハマチが有名なのかな。でもハマチって書いてある。あ、それかぼす？緑色の。ういちゃんとママは分け合いながら食べるとシェア。これは？おお、すごいすごいすごい。ポン酢？これなんだろハマチを昆布で。う。ねえ、蒸してる昆布蒸し。よし、じゃあ行こう。はい、それじゃあね出発します。よし。じゃあともさんはまた後ほど。でこっからはですね、キャンバケ九州のね会場に一気に向かっていきたいと思います。はい、でこの後はですね、少しだけ、まだね時間があります。僕らね明日の夜、東京九州フェリーね乗りますので、いいね。本当だ。なので、少しね時間があるので、今日はですね大分県の RV パーク湯布院 A ベースというところでですね、ゆうすけさんとかとね、一泊します。大分がね初めてなんでなかなか行けるねことではないので、せっかく来たのでね、大分県のねちょっとだけこう満喫しながら帰ろうかなと思ってます。それではねこれからですね湯布院 A ベースに向かっていきます。はい、今ですね湯布院 A ベースに到着したと思われます。よいしょ。いやマジか、結構狭いね。あ、向こう側からも入れたのか。うん、でもほら通り過ぎちゃったから。そういうことね。これさあれだね、オーニング反対だね。はい、今ですね湯布院着いたので、お蕎麦屋さん、あ、これいいっすね。これ RV パークから1分。スーパーがあるんですよ。ほら。本当だ。つが湯布院の駅近いっすよ。そうなんですよ。めっちゃ駅前の RV パーク、お土産屋さんとかある。違う、めっちゃ近くないですか。RV パークここで。へえ、すごっ。せっかく来たからね湯布院。初湯布院よ。行きましょう。あ、いいっすね。天ぷらそばうまそう。はい、こんな感じで今皆さん集合です。円卓と分かれてる。トモさんだって今日帰るんでしょ。すごいっすね。9時、7時。7時の出発のやつなんで。6時には着いて、となると5時過ぎ、5時前には出るから。そうっすよね。あ、確かに4時半ぐらいに出たいですね。それは。乗りませんでしたっつって。まあ帰ってくるのもありっすよ。あ、そうか。もうビール飲んでいいんですね。やばいっすね。いやまさか D とね大分で飲むとは思わなかったね。茨城からだいぶ進化しましたね。タモさんだけ残念ですね。トモさんだけ透明のこれあれですよ、実は日本水。じゃあゆうすけさんお願いします。はい、トゥデイ九州キャンバケお疲れ様でした。お疲れ様です。乾杯。ありがとうございます。ああ、美味しいですよ、トモさん。はい、これからですねみんなで夜ご飯食べに行ってきます。せっかくね湯布院に来てるんで、湯布院のね町というか駅の方に向かってね、ご飯屋さん行きたいと思います。じゃあ実行委員長。では皆さん、今日九州キャンバケお疲れ様でした。大成功で終わりましたね。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。乾杯。はい、ということでね、こちら今から、打ち上げします。お疲れ様です。2軒目はですね、大分の湯布院のバーに来ております。
はい九州キャンバケ豚九州キャンバケお疲れ様でした。お疲れ様です。乾杯。それしか言わねえじゃんみたいな。ハーパーの12年久々に飲みます。カルワルミルクっぽいやつ。最高。あ、美味しい。はい、おはようございます。今日はですね、夜フェリーに乗ります。ただその前にですね、皆さんとね、湯布院を少しだけ旅しようかなと思っております。はい、今ですね、湯布院の駅の方です。このね、湯布院の駅について右側ら辺にですね、馬乗れるらしいです。なので、せっかく来たからね、乗れそうだったら乗ろうかなと。人のね、多さを見ながら考えようかなと思います。とりあえず今ね、これ湯布院の街並みです。おしゃれ。こんな感じです。ちなみにみんな後ろにいます。こんな感じで。ドーナツの匂い。なんかすごいね。はい、こちらね、湯布院の駅前になります。ここがね、湯布院の駅かな。いい、めっちゃおしゃれ。なんかお店もいろいろとありますね。で、あれだ、馬あれだ、あれ。こっから乗るんだ。なんか誰もいない。どこで買うんだろう。発着場。チケットは向こうで買わんと。あ、チケットが向こうです。あれじゃなくて違う。向こうの建物。一回チケット売り場に行ってみます。RV パーク沿いでここを歩いてくると、そのまままっすぐにここですね。湯の壺街道。先からですね。あ、この先からなんで、歩いてそのまま来れる距離ということなので、だいぶ車をね止めれる立地がすごく良いのかなと思います。今ね、湯の壺に入った感じですね。ここからこういった感じのお店がバーッと並んでいくと思います。多分月曜日だけど、それなりに観光客も多いですね。もうちょっと奥までありそうですね。はい、こちらキャンバケ九州で出店していただいたカレーパン屋。まだやってないのかな、今日10時からです。ここからね、会場にね来ていただいてやっていただきました。なんかもういろんなお店がありますね。だいたいやっぱね10時からだと思うんで、あと5分ぐらいでスタートかなと思います。なんかでも思ったよりか長いっすね。いやもう全然長いです。ちっちゃいお団子がちっちゃい。だいぶご飯屋さんもいろいろ出てきて、何か食べようかなっていうことで一周とりあえずバーッと歩いて今品定めをしております。ここね、湯の壺横丁っていうねとこに来ました。こんな感じです。なんかこうちょっといろいろ通りがある。はい、こんな感じで。あ、この辺いいっすね。なんか醤油なんちゃら美味しいね。醤油せんべいとか。あ、これも？あ、これがさっき言ってたエビせんべい。で向かいにほら猫屋敷みたいなのがある。はい。犬屋敷と猫屋敷。はい、今ですね、湯布院昭和館というところにね来ました。こんな感じです。ちょっとレトロなところ。高山にもなんか同じようなとこあったかな。あ、高山昭和館って書いてある。もしかしたら一緒かもしれない。はい、ということで今ね、昭和館に入りました。学校の教室みたい。これはもうでも昭和でも本当昭和初期よね。そうだよ。さゆちゃん行こう。どうでしたか、学校。すごいですね。昔の学校ですね。これは体重計そうだね、これ体重計で。そうなのかな。ね、ランドセルが小さすぎです。ね。ふーちゃん次は。なんか昔のロボットですよね。ねえ、なんだろうね。鉄人28号だ。パパもわかんない。こっちは。めっちゃ昭和。あ、見てごらん、なんか昭和な感じでこっち。すごいレトロ。
バッテリーか。ここはどこでしょうか。あ、すごいね、昭和だね。昭和ですね。こっちはほら見て。黒電話ある。黒電話があります。うん。ね、ノー電話がある。これ鏡。こっちは？ト。何これ。これあれじゃない？あ、放送するんじゃない？なんか放送室っぽくない？違う？確かに放送室っぽい。でこちらは行ってみましょう。カラ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 。ここでお靴を脱ぐみたいですよ。ふいちゃんこれね、銭湯だよ。銭湯。そうここにバンダイの人がいて、ここでほら入浴料って書いてあるでしょ。あ、本当だ。ここでお金払って中入ってほら、まあ言うてもパパ行ってもゲームの世パパも行ったこと界にあったよこれが。それだマッサージチェアだ。そうです。マッサージチェア。今の時代じゃないんですね。やっぱり。ちょっと違うね。ちょっと違うやつ。昔の銭湯って本当にこういうのあったのかな。こういう絵飾ってあったのかな。よくさ、そういやなんか銭湯ってこういうのよくあるイメージ。でもさ、そういう銭湯に行ったことないじゃん。こちらは昔の台所にあったようなものですね。あ、カメラだ。カメラ。一緒やね。これは、基本はやっぱ高山のとこと一緒だ。あ、バ何ーがある。あー、なんかここにね灰皿がある。いらっしゃいませいらっしゃいませ。どうぞ。いつもの。はいはいっていつものどれかな。これ昔のゲーム。多分やったことない。どっちは？ここはさっき言った駄これなん菓子屋。か駄菓子屋さんっぽいね。そうだね、昔の駄菓子屋さんねこんな感じだったなの。何の勝負をしたいのかね。ふいちゃんも将棋やってんの？そうですね。こういうのってさ普通にあったのかな。ね。はい、ということでね、回ってきました。どうでした？すごい昭和でした。昭和でした。いパパもあんまよく分かってない昭和でした。そう。でも楽しかったね。うん。ということでね、これからちょっとご飯をね、食べに行きたいと思います。はい。ということで今からね、お昼ご飯食べに来ました。大分県産黒毛和牛のお店です。和牛丼かな。ママはね、大盛りでうーちゃんと一緒に食べます。パパのはこれ普通の盛りです。ママのはウェルダン。パパのは普通の。じゃあいただきます。どう？うーちゃん美味しい？はい。これが湯布院のローラルビレッジというところみたいです。トトロ？ねえ、ジョージがいる。あ、顔がマジ？顔がむぎゅってたお金入れなきゃダメなんでしょ。なんか手相見るってやつえ？そういう系？じゃない？ほら効果だからあ、払ってくれるの？腹減す。はい、ママの手相を100円でできる。多分しばらく入れとくんだよね。あ、なんか紙が出てくる。そういうこと？なんか出てくる。あ、出てる。出てきた。まあ、片言や全部カタカナやし。時は何？アルコールが効果ある。やけ酒しろってこと。とんでもない一文から始まる。巧妙な人であろうとすることにあまり努力しすぎないように要注意。ほどほどに編集頑張れと。ここ？そうそう。じゃあはいじゃあ。あ、ほらもう狙ってる。うわすごい。うわ上手。なんかすごい口がすごい口が。うわ食べられる。ちょうだいちょうだい。はいはい、あと一匹は誰かな。はい終わりです。すごい人が超増えた。はい、今ね、ママが半魚丼買ってきました。半魚丼？
こっち向いて。こっち向いて、こっち後ろ後ろ。あ、かわいい。はいじゃない入り口の方に戻ってきました。で、この後はですね、一旦 RV パークに車を置いてるんで回収してきます。はい、今ですね RV パークの近くまで戻ってきました。昨日よりかね結構綺麗な感じになったので、後ろもね岐阜岳がもう少しで見えるかなと。多分こうねすごい景色の良さそうな道路もあって、こんな感じですね。で RV パークはここを右に曲がって、なんか便利な。便利ですよね。湯の壺から歩いてこれるっていう。はい、ここですね RV パーク。無事に戻ってきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。また来月、はい、また来月お会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。よし、じゃあ行きます。はい、ということでですね、今、RV パーク湯布院 A ベースかなを出発しました。ここのね RV パークね、本当にね湯布院の駅からも近くて、駅前の通りもすぐ行けるし、ご飯屋さんもね。そうすごいねたくさんいろんなのがあって便利です。もうね立地は最強ですねここで。トイレとかねシャワーも綺麗ですし、ダンプとかはないかもしれないけど、それ以外はもう本当完璧です。電源もちゃんと取れます。なのでね、湯布院の駅をね特にこの辺を観光したいって方はね、もう間違いなくRV パークが一番いいと思います。今日はですねこの後血の池地獄というところにね今向かっております。で今後ろにはですねゆうすけさんとまるんぽさんと、あとねキャンバケスタッフやってもらってるね白尾酒のダーディーたちがね一緒に来ております。で、ここからですね24キロぐらい、下道で行く方が早いみたいで、今下道ルートで来ております。でなんかどうやらですね道中すごい景色がいいらしいです。でただ見ての通りなんですけども、ゆうすけさんがね先導してくれないんでわかんないです。いやーねプレッシャーを感じてるから言うてもねこの道間違いようがない道っぽいんで、一本道っぽいんで大丈夫だと思いますけど、なのでね少し、なんか道中の道もね楽しめるのかなと思っております。はい、で今回はですね、キャンバケのね九州ということで、こちらね大分県に来てたんですけども、割とですねうちもね、別府の方も行けたりだとか、今日もね湯布院の方来てて、これからねまた血の池地獄とか行くんですけども、今回ですねちょっとね一応これもね全国制覇旅大分編っていう形でね、お送りしたいなと思っております。僕らもねなかなか大分県来れないので、ここをね全国制覇旅のね位置づけにしようかなと思っております。はい、もちろんですねまだね回れてないところたくさんありますんで、今後ですね、大分ね来れた時にはまたそういったところもね観光しようかなと思っております。はい、で今ね右側に見えてるのがですね、先ほどねご飯食べてたところです。だるまっていうところですね。ここです。もともとね全然ね、大分編、考えてなかったので、ほとんどねゆうすけさんに実はね今ね紹介してもらっております。なので、その辺ね、地元というかね九州の方に聞いてね旅するのがね、やっぱりね場所知ってますし距離感も分かってるのですごくね旅がしやすいです。確かに似てるね。阿蘇のなんか通り、ね、山登っていく時みたいな景色。綺麗な景色。ずっとこれ上登っていくのかな。この道を。いや何？なんだ牛？牛がいる。今撮ってたわ。牛いるじゃん。放牧されてんだ。今牛がいた。素敵な景色です。いいね、サムネ撮れそう。すごい絶景です。わあ、めっちゃいい景色。いい景色や。いいね、景色いいんじゃないここ。こういうね、こういう景色だね。山肌がなんだろうね、この山肌がこういう感じね。いやすごいね。すごい。上が晴れてたら雲がなかったらもっとこう山が見えて綺麗だったね。やっぱこういう景色はなかなか関東じゃ見れないからな。
関東にはないね。こっから別府市だ。おうおう、めっちゃいい景色じゃん。はい、もう間もなくですね、血の池地獄に到着します。ここだ、この辺だ。駐車場はね、あの P って書いてあるところかな。あ、これか。これだね。これだね。これだね。はい、ということでね、今ね、血の池地獄到着しました。みんなでね、無事に入れました。こんな感じです。マルンパさんもね、一緒です。なんかね、この奥にすぐのとこにあるみたいなんで、血の池地獄。はい、ここですね。到着。誰より子供じゃん。こんな感じですね。何これ？あ、少ない？温泉。血の池天。もう暑いのさ。あ、少ない地味に。40度以上はあるよ。ふーちゃんどう？暑い？暑いね。はい、ここがですね、入り口になっております。血の池地獄の入り口です。これからね、中に入っていきます。はい、ということで今ね、血の池地獄に来ました。すんごい真っ赤。すごいね、これなんで赤いんだろう。こんな感じですね、血の池地獄。すごい赤い。いいじゃん。はい、血の池地獄来ました。熱血って書いてある。ここ暑いっすね。すごいですよね。すごいね、熱気がすごい。湯気がだってすごいですからね。尋常じゃないぐらい上がってる。ちっちゃい。みんな安いかちょっと触ってはみたいですよね。一瞬だけ。まあでもなんか熱湯って書いてるぐらいですもんね。ここね、少し階段登って上に行けるので今登ってます。上から見るとね、また多分違うのかな。こんな感じですね。この後ですね、このすぐ近くにある竜巻地獄というところにね、これから向かいます。今いるのが血の池地獄で、まあその下というか、まあ、隣にあるの。そうです。あ、さっき言ってたのはこの海地獄ってこれですね。で、ここ通ってきた。ここ。ああ、はい。あ、そんなとこロープウェイとかあったでしょ。はい。はい。ここ通ってきて。湯煙展望台。はい、こちらがですね、竜巻地獄っていうところですね。この後ね、中入って、ちょっとね見ていきたいと思います。どこから？そう、これここあるじゃないですか。ここがシューってで、あれでもうそれ以上飛ばないようにして間欠泉。50メートル下から150度の熱水って書いてます。でこれはランダム。一応こう30分から40分なんですよ。だけはい。ちょうど来る前に噴射してたら結構待つ可能性があるっていう。あ、そうなんですね。そうなんです。次がね、何分に吹き出るかはまだわからないので待機です。この待機のね、結構シュールですよね。マルンポさんはアイス食ってる。結構シュールね。吹き上がるまでチャレンジするらしいんで、何倍いけるということで、なんだっけ、牧場ミルクと紫芋、こちらもまだこれが出てこないんで、その間に食べようかなと思います。竜巻地獄ね、こんな感じですね。
爽やか時折こう少し高いはい、今ね一旦車に戻ってきました。でこれからですね最後にねちょっと観光地グローバルタワーにね、行きたいなと思っております。ここから約ね20分弱なんで、まあ時間的にもギリギリいけるかなと、僕らはね余裕あるんですけども、マルンポさんたちのね船の便がそろそろ時間が近づいてきたので、これからね最後の観光地に行こうと思います。はい、珍しくゆうすけさんが先導です。よしじゃあ行こう。ここからね7キロぐらいだな。そんなにこれで迷子になったら逆に面白いけどね。はい、でこれからですね、グローバルタワーというところにね、向かっていきます。これに乗ってマルンポさんと白ウサギは帰るってことだよね。サンフラワー紫。このままずっとまっすぐなんで、大分はねすごく海もね綺麗だけど、こうやってなんか山のね方の景色も綺麗だし、それこそね別府とかの方のね温泉のところもまあ湯気というかいろんなところでね蒸気が出てて、すごくねイメージとねちょっと違いますね。僕らあんまり大分って正直そんな詳しくなかったので、そんなね下調べとかも全然してなかったんですけども、ちょっとこう走るだけでいろんなものがあったりして、あとはね自然豊かな場所も多いので、この辺はねすごくね、ちょっとイメージが変わりました。今回ね、今から行くねグローバルセンターっていうのが、最後の観光地にはなるんですけども、またねこうやってねキャンバケだったり、他のねなんかこう機会があって置いてくるときはもう少しねゆっくりね、旅してみたいなと思っております。はい、あとね 800m なので、もう間もなくね到着します。この目の前に見えているタワーなんですけど、駐車場がどこなんだろう。ちょっとねこのすぐ近くにゆうすけさんもあるということだったので、ついていきます。はい、じゃあ無事にね到着しました。ここですね。今からね向かっていきたいと思います。はい、今回のね観光地は全てゆうすけさんが考えてくれているので、なんか大分はもうこれで制覇やって言ってたんでクレームはコメント欄でお願いします。まだね3分の1ぐらいですよ本当はね。はい、ここですねグローバルタワー展望台入り口、今到着しました。でこっからエレベーターでダーッと上まで行きます。すげえ高い、結構高いです。お、いいね。どうせはなんかガラス張りにしてほしかったね。そうそう階段かと思っちゃったじゃん私。意外とでもこれ高度ここに出てるから。そうですね。何メーターまで行くんですか。一番上が100です。3階が96。今半分。これで半分。あ、3階がいいです。3階。はい。行っちゃった。そこから4まで階段で行けるんで。早い。4階まで。ちょっとこの止まる時がうってなるっすね。止まらない。はい、どうぞ。はい、どうぞ行ってください。こんな感じです。うわー、すごいでしょ。あっちが湯船でね。あっち側ね。はいはいはい雲かかってる。ほら、見て見て、キャンピングカーいるよ、キャンピングカー。あ、本当だ。誰が一番家に来てない？ゆうちゃん。気張ってるな。で、こっち側は海ね。はい、ということでね、絶景が。はい、こんな感じで、見渡せます。ここから別府が一望できております。はい。あそこの目の前に見えてるのが別府タワーですね。多分横通ってきたら、サンフラワーがあそこに止まってます。そう。別府タワーって。すごいね。ちょっとちっちゃい。ちょうどいい時間だった。これがす本当だ。雨降ったらアウトです。あ、なるほど。これそうか、上が開いてるんですね。開いてるんですよ。風がね気持ちいいですよね。目の前の白い大きい建物あるじゃないですか。あれが大分で結構有名な杉の湯ホテルっていうところですね。
あ、杉の湯ホテル。はいああ、見聞いたことあるました見ました。いや違う、温泉のやつ見ました。あ、本当ですか、はあそこはもう1日入れるんで、あの中でそうですよねボーリングだったりいろんな。はい、こんな感じで今見えてるのがこのマップの通りです。そうだね、公園だったと思う。はい、今ですね、駐車場戻ってきました。先ほどまでね、あそこにいました。じゃあお二人とはここでそうだ解散ということで、そうだよそういや、今日はサンフラワーですよね。サンフラワーです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。本当。また来週そっか、来週か。じゃあまたすぐっすね。いやでも本当気をつけて、ありがとうございました。いろいろゆいちゃんも本当ありがとうございました。ありがとうございました、丸子さん。ありがとうございます。ありがとうございました。楽しい船旅をありがとうございます。ありがとうございました。また。ありがとうございます。またじゃあまた。お疲れ様です。ありがとうございました。また。マルンポさんもまた来週。見送り方がさ、もうキャンバケみたいになっててさ、マルコさんもありがとうございました。またよろしくお願いしますって言ってしまった。今ですね、大分別府をねこれから出発します。で、ここからはですね、今度ね東京九州フェリーっていうね、北九州のね新門司から神奈川県の横須賀まで一気に行くというねフェリーがありまして、今晩ねそれに乗ります。で出港がね11時55分だったかな。で受付1時間前だから11時前ぐらいにね到着して受付等をやるんですけども、それまでね少し時間がありますので、今ね時刻が17時16分なんで、これからですね、門司の方に向かいつつ、福岡県ですねの方で、最後ねゆうすけさんとね、あとゆうすけさんのね奥さんと一緒にねご飯を食べてから東京九州フェリーにね乗りたいなと思っております。はい、ということでねトライア無事に到着です。これからね、店内入ってゆうすけさん夫婦と一緒に焼肉食べます。ありがとうございます。いいですか？ありがとうございます。シュールな絵だなシュールだな焼肉初めて。初めてね裏側本当ありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございました。九州でお会いできるのね。ね、久しぶりですけど。また2年後ぐらいかな。そうやね。まだだって宮崎、鹿児島も残ってるんで。はい。その時はまたぜひ。大分は今日入れちゃった。今日でもう終わり。ゆうすけさんが大分こんなもんやって言ってたから。違う言ってないそれ。まだ全然足りてないよって。いやでも本当ありがとうございました。いや本当気をつけて。はい。じゃあ行きます。はい。いってらっしゃい。また来月。あ、そうだ、また来月、はいまた来月。はい、お会いしましょう。お世話になります。みっちゃんはまた2年後ぐらい。今度はそっちのね、ホームでお会いしましょう。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。気をつけて、ありがとうございます。ありがとうございましたいや、本当ありがとうございました。気をつけて、ありがとうございました。また来月もよろしくお願いします。はい、ということで今回はですね、キャンバケ九州ということで、こちらね大分県の方に来ておりました。で、今回はですね全国制覇の旅大分編ということで急遽ですけどねいろんなところを回って、すごくね楽しめました。今回は別府とね湯布院中心だったので、他のねちょっと大分県のもっとねすごいところ多分たくさんあるんですよね。今日も道中ねそんなような景色にも出会いましたので、そういったところではまたね今度ゆっくりね来れたらいいなと思っております。ただですねやっぱ九州私たちもね1000キロ以上ありますので、それなりにね時間もねかかるしお金もやっぱかかっちゃうのでしょっちゅうは来れないというところで、急遽ね大分県をねぐるぐるぐるっと、ゆうすけさんね主導でいろいろなところ案内していただきました。おかげさまでね本当ね効率よくね大分県というか別府とね湯布院をね観光できたんじゃないかなと思っております。そこはね本当いろいろと感謝でありがとうございました。こっからはですね帰宅するんですけども、実はですね今回は東京九州フェリー
というものをね取っております。福岡の新門司港からですね神奈川県の横須賀港まで行くというねフェリーがありまして、今回はですねこちらをね予約しました。ということでですね、ここからはですね、フェリーの方に入っていくんですけども、今回の動画はですねちょっとこの大分編ということでね、一度切り上げてしまいます。次の動画でですねこのフェリーの様子をねお送りしたいと思いますので、ぜひですねそちらの動画も見てもらえると嬉しいです。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたら、じゃあまたね、バイバイ。